はい、皆さんこんにちは。エゴドライブの鈴木です。今日はですね、無人コンビニ Amazon Go の体験レポートっていうテーマでね、やっていきたいと思っています。ちょっと前なんですけどね、僕が住んでる町の、隣町なんですけども、そこにね、Amazon Go っていうお店ができたんですよ。そこはね、もともとはCDのレンタルとかね、CD の販売をしてたお店が、なくなってしまって、その跡地にね、Amazon Go っていうお店ができたんですね。で僕全然その Amazon Go っていうお店がどういうお店かっていうのはね、全然知らなかったんですけども、知人にね、Amazon Go っていうのは、レジがないお店なんだよってこと言われてね、マジかっつっていつか行ってみたいなと思ってたんですけども、つい先日ね、そのチャンスができたんで、行ってきたんですね。で、結構そこで体験したことっていうのが、結構面白かったんで、ちょっとそれをね、今日体験レポートとして、皆さんと共有しようと思っています。で、ついこの間行って車止めて、で、お店に入ったんですけども、確かにね、レジがないんですよ。で、入り口どうなってるかっていうとね、いわゆる日本のその電車の改札口みたいな、そんな感じですね。改札口みたいなところがあって、で、そこにね、Amazon のアプリ、スマホでね、アプリを開いて、で、それをこうピッて、アプリをね、かざすんですよ。そうするとね、開くんですね。で、それで入ることができます。でね、天井を見たら、もうね、センサーとかカメラとかあれめちゃめちゃいっぱいあるんですね。多分ね、あれで人の動きっていうものを監視されてるんじゃないかなと思ったんですけど。で、入ったら意外と狭くて、言ってみればなんか日本のコンビニみたいな感じの大きさで、売ってるものもね、結構コンビニで売ってるようなものが売ってましたね。なんか牛乳とかアイスクリームとか、スナックとか、日用品みたいなものがね、売ってましたね。で、ちょっと自分はね、ほんと体験っていう感じだったんで、そんなにね、買い込みはしなかったんですけど、コーヒー取ってみたりとか、なんかスナック取ってみたりとか、ジュース取ってみたりとかっていうことをしましたね。で、レジがないんでね、なんかちょっと若干なんかどうしたらいいか分かんなかったんですけども、ただ出ればいいだけだったみたいなんで、ちょっとね、その取ったものを、なんか袋も別になかったんですよね。あるのかなどっかに。袋もね、どこにあるか見当たらなかったんで、そのまま、物を取って、で、カバンに入れて、なんか、ちょっと万引きみたいで嫌ですね。なんかちょっとそういうなんか微妙な感覚もあったんですけども、自分の持ってたカバンに入れて、で、ただ出てくだけっていう、感じでした。で、本当にこれ、生産されたのかなっていうのはずっと不安だったんですけど、とりあえずね、出てったらね、こう、E メールがまず来るんですよ。で、E メールが来て、で、thanks for shopping みたいな、ありがとうございましたみたいな感じだったんですね。で、レシートは後から送られますよみたいな感じで、で、レシートがね、結構送られてきたのがね、結構先だったんですよね。1時間ぐらい後だったかな。レシートが送られてきて、これ多分ミスしてるだろうなってちょっと思ってたんですよね。まさかね、読み取れてるはずがないって勝手に思ってたんですけども、そしたらね、もうまさに僕が取ったものそのまんま全部載ってましたね。で、きちんと生産されて、で買い物が完了したっていう感じでした。だからね、すごい本当に新しい体験だったんですよね。皆さん体験されたことあります？もしかしたらね、アメリカにいらっしゃる方だったら、使った方、利用された方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、日本とかだとどうなんですかね。多分ないかなと思うんですけどね。で、これね、体験して思ったことっていうのが、2つありましたね。僕的には、ポジティブというよりかは、どちらかというとちょっとネガティブな印象の方が強かったんですよね。それ何かっていうとね。